これからあの人との練習に向かうわけだが、やることは分かっているな。はい。今やってるダンスが本当にやりたいダンスなのか、ちゃんと確かめないと。それで、もし本当に勝つためだけのダンスになってるなら、リンたちからのメッセージを伝えよう。こんにちは。もう練習してたんだ。いい動きだな。練習を見始めた頃と比べても、振り付けを自分のダンスとして落とし込めているようだ。そうですね。派手な見せ場もあるし、オーディションでやるならぴったりだと思うんですけど。でもみのりちゃんと踊ってた時みたいな楽しそうな感じなくなっちゃってる気がするな。皆さん、すみません、気づかなくて。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。でも練習の前にちょっといいですか？どうしても聞いておきたいことがあって。はい、何ですか？実は、前回の練習の後、審査で踊るダンスについてみんなで話したんです。その時、こういう意見が出ました。今やっているのは、あくまでオーディション用のパフォーマンスで、あなたが本当にやりたいダンスは他にあるのではないか、と。そうですね。俺のやりたいダンスとは違います。と言っても、俺も前の練習で気づいたんですが。やっぱり、そうだったんだ。だけど、やりたいダンスをやって合格できるほど、オーディションは甘くなくて。それに、これが最後のチャンスなので、今は、これにかけるしかないと思ってます。それで本当に後悔しませんか？私にはまだ迷っているように見えますけど。実は私たち以外にもあなたを応援してる人たちがいるんです。その人たちから伝言を預かってます。私は君が楽しそうに踊ってるのを見てすごくワクワクしたし、自分もやってみたいって思えたの。実際、ケンケンパみたいなダンス、俺たちもやったけど、すごく楽しかったよ。たくさん努力して身につけてきた、今の君のダンスも、すごいなって思うけど、最後のチャンスだからこそ、君が本当にやりたいダンスを、心のままに踊ってみても、いいんじゃないかな。あの頃は本当にダンスが楽しくて、俺が後輩たちのダンスを見てやりたいって思ったように、俺のダンスを見てそう思ってくれる人がいたらって。だからそういうダンスができたらなって思っていました。でもどれだけ頑張ってもオーディションで結果が出せなくて、もっとダンスを工夫しなきゃって。苦しい中で工夫してきたダンスが今のあなたのダンスだっていうことは分かってるつもりです。あなたがそのダンスで行くって納得できてるなら私もそれでいいと思います。でもどう見てもそうじゃない。それは。さっきやりたいダンスで勝てるほどオーディションは甘くないって言ってましたけど、迷いを抱えたダンスだって同じなんじゃないですか？
とえどれだけすごいパフォーマンスができても、そこにあなたの思いがちゃんと乗ってなかったら、誰の心にも本当の意味では響かない。私はそう思います。あなたのダンスがいつから変わっていったのかはわからないですけど、今なら技術だってあるし、本当にやりたかったダンスで見てる人たちの心を動かせるかもしれないですよ。そうですね。もしそれができたら。でも思いか。俺はどうやって思いをダンスに込めてたんだろう。きっと前の練習で花里さんと一緒に踊ったり振りを変えたりした時の感覚が近いんだと思うんですが、今は何もイメージが浮かばなくて。思いをどうパフォーマンスに込めるか。どう説明したものか。ですよね。意識してることだけど言葉にするのは難しいな。私でよければ前みたいに一緒に踊りますよ。何かヒントになるかも。そうだね。でも大事なことだし、ここでなんとか取り戻してもらわないと。どうやって思いを込めるかっていう答えにはならないんですけど、思いがこもったパフォーマンスがどんなものかなら見せられるかもしれません。え？よし。今から演奏します。パフォーマンスに思いを乗せるっていうことがどういうことか見ていてください。誰かの心に響く演奏をしたい。ベースを始めた時からその思いはずっと変わらない。だから、そのためにベースにかけてきた情熱をこの演奏に込めよう。すごい。何今の。入りのフレーズだけでふっと心をつかまれた。さっきがドラムは柱、ベースは土台としてバンドの音を支えてくれると言っていたことがあったが、これは伝えようとしてくれてるんだね。しほちゃんがどれだけ真剣にベースと向き合ってきたか、どんな思いで音楽を続けてきたのか。これでいいやなんて演奏で妥協したことは一度だってない。いつだって私ができる最高の演奏を聴いてくれる人に届けてきた。これからもきっとどんなことがあっても私はこのままあり続ける。この思いも熱ももっと音に乗せて。おっ、さらに音の勢いが増したぞ。すごい。どれだけ情熱を持って音楽をしてきたのかひしひしと伝わってくる。それに胸の奥が熱くなって。前にセッションした時とは全然違う。これが日の森さんの本気。もう我慢できない。あんちゃん何して。
最高に楽しかった。私も。二人とも素晴らしかったぞ。まるでライブ会場にいるような気分だった。ペンライト持ってたら絶対ブンブン振ってたよ。二人もありがとうございます。すごかったです、演奏。胸の奥がすごく熱くなって。よかったです。ライスさんにもちゃんと伝わったみたいで。それに痛感しました。日の森さんの言う通り、どれだけ技術があったとしても思いがこもっていなかったら意味がないって。だから次の審査は俺のやりたいダンスで挑もうと思います。きっとあなたを応援してる子たちも喜んでくれると思います。はい。これから審査用のダンスを一から見直します。皆さん、ここまで散々ご迷惑をかけてしまってますが、あともう少しだけ協力していただけないでしょうか。付き合いますよ。最後の最後まで。時間もありません。気合を入れていきましょう。目指せ3次審査通過。気になって来てみたけど、大丈夫そうだな。さすがはみんなだね。っていうかセッション聞けてラッキー。ねえ、頑張れ頑張れみんな。いよいよですね。はい。あの人、確かオーディションに出てる人ですよね。知り合いなんですか？俺が勝手にライバルだと思っている人です。へえ、いいですね、ライバル。こういう審査でよく会うとか？そうなんです。でも彼の方がダンス歴も実力もずっと上で、前回も最終まで残ってたんですが、組んでいた人の怪我が理由で辞退したみたいで。なるほど。相手にとって不足なしということですね。そうですね。大丈夫ですよ。今のあなたは大事なものも取り戻してますから。はい。俺のダンスを精一杯やってきます。よろしくお願いします。あら、二次審査と比べてずいぶん印象が変わりましたね。そうですね。まるでつきものが落ちたようだ。僕はパフォーマンスでねじ伏せようとする前のスタイル好きでしたけどね。ああいうの一周回って珍しいタイプだったので、まあでもこれも悪くはない。どうなってる。まるで別人。いや、以前の彼に戻って。いいぞ、その調子だ。あの人たちは。それでは三次審査の結果を発表します。通過者は7組です。まず、神様、仏様、審査員様、どうか名前を呼んでください。2組目も違ったか。
だがまだ5組。おー！また別の人が。お願い。最後に、エントリーナンバー305番、湊さん。はい。それから、今回からのルール変更による補欠枠として、エントリーナンバー228番、来世さん。補欠枠？皆さん、応援ありがとうございました。補欠枠って何ですか？最終審査、出られるんですか？いえ、可能性は低いです。補欠枠というのは、今回から設けられた新ルールなんですが、最終審査の参加者がやむを得ぬ事情で辞退になるとか、欠員が出た場合、繰り上げで審査に参加することができるそうです。ただ、怪我など本当にどうしようもない事情がない限り、辞退はありえないと思いますので。まあ、そうですよね。ありがとうございました。皆さんには本当にたくさん助けていただいて、さっきの審査、すごく楽しく踊れました。あんなに楽しく踊れたのは本当に久しぶりで、今はすごくすっきりした気持ちで、本当に全然悔いはないです。来世さん。でも、補欠枠でも最終審査に行けたじゃないですか。大事な思いだって取り戻しましたし、なんとか、あと1回だけでも挑戦できたら。今回の結果では、ダンスを続けることをご両親に納得してもらうのは難しいんでしょうか。そうですね。実はこの3年間、もう何度も、あともう少しだけと期間を延ばしてもらっているんです。それで、許すのもこれが最後と言われてしまっていて。だから、仮に最終審査に残れていたとしても、グランプリや準グランプリを取らないと厳しいかなと。そんな。約束は約束だけど、でも何か。あれ、この人って。君に話がある。俺に？よければ皆さんも聞いていてくれますか？